韓国ソウル地下鉄スユ駅。着いた。宮里の次のスユリ。この辺もなかなか下町感があってええのよ。ということで今日行くところはこっち。暑さのピークも過ぎ過ごしやすくなった今日この頃。そんなスユの街をこちわさびが今日も行く。人は本を作り、本は人を作る。そろそろ読書の季節。読みたい本溜まってきてるわなんて思いながら、なんやこれ。ノースフェイスの前に誰か。キャラクターではないやろさすがに。でも太極旗を持ってる。年齢は俺と同じぐらいやろな。でも俺とほぼ同じ位置にヒゲがありますよ。サングラスかけてちょっと太ったらこれ俺やで。ほんでこれ何してはんねやろ。これもしかして山の頂上に到達したみたいなやつ。じゃあ俺も一緒に登頂したい。あれ、おらないでください。頂上から見える景色一緒に見ようぜ。登山するにもいい季節になってきた。こっちを曲がっていくんか。行くで。この辺はなんか人形ばっかり。またおる。ベトナムの民族衣装青材を着てらっしゃるわ。すごいスマホ首。ああ、入り口に立ってあるってことはお辞儀してはんのか。しんちゃう。あかん。ベトナム語全く分かれへん。首だけじゃなくてもうマイケル・ジャクソンみたいになってるやん。ムーンウォークで店向かったのかな。なんか書いてる。失われた味覚を探して。演劇のタイトルみたいやな。もうそんな怖いこと言わんといてや。俺味覚なくしたらこのチャンネル終わるで。見てみ、後ろにもデカデカとチキンって書いてるやんか。でまた人形ある。めっちゃ笑ってる。怖いぐらいに。工事現場とかにおるやつやな。右手開けてる。なんで。おお、気合い入れてんのかな。腰には安全ベルト。そうよ、安全は大切よ。安全第一やもんな。でも今の俺は美味しいもの第一だから腹が鳴る。ご飯。自転車いっぱい。今日結構距離あったから自転車乗ればよかった。こっち。指差しまでして安全確認。着いた。早くもっかし。ペゴッパソペガアンジョナジャーナよ。お店の名前はチャンスマヌルボッサン。このチャンスは長寿ってこと？それとも地名？店頭にはなんかいろいろ書いてんねんけど、月曜日は休みでブレイクタイムは3時から4時半。そんなブレイクタイムが終わったタイミングで長寿を求める俺は入店です。こちらのメニュー、店名にもボッサンと書いてあるように代表メニューはボッサン。小中大がある。平日の昼間はセットメニューもあったりするんか。これお得やん。じゃあ早速注文していこうと思ったら目につく。タッチパネル。すべて写真付きで分かりやすいや。下の方に言語変えれるボタンもあって、ちなみに日本語もあったで。よし、まずはボッサムやな。なんとここに来て迷いが生じる。普通のボッサムとマヌルボッサムがある。しかも値段は同じ。店名にもなってるこっちや。ポチッ。マヌルボッサムをポチッとした後また目に入る。今日マッコリ飲みたかってんけど、写真はジピョンマッコリやのに名前はチャンスマッコリになってる。これどっちがほんまなん？あはーん、試されてるな俺。どっちが来るか楽しみにしておこう。答え合わせや。ポチッ。これで完了。カゴに移動。ポチッ。間違いないな。ポチッ。注文しますか。ポチポチポチ。マッコリ頼んでドキドキするの初めてやなんて思ってる間に用意していただいた基本のおかずはもやしスープ、サムジャンと網の塩辛、そしてニンニク。きた。やっぱりチャンスマッコリやったんか。店の名前にもチャンスはついてるからな。久々のマッコリを上から小さくくる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 。ちょっと振りすぎたから、まあ大丈夫やろ。線を回してオープン。下の部分を少し押して空気を抜く。見えづらいかもしれんけどだんだん上がってきやがった。あかんあかんあかん、ちょっとなかったこと。調子乗って回しすぎた。もうええやろ。一生長生きができひんような表情で慎重に回していく。開いた瞬間自然にこぼれるこの笑顔。適度に冷えたマッコリを注いでいく。久々のマッコリ。俺はこの白い液体の中で翼を広げるんや。本日一杯目。秋風に押されて山も化粧する。ありがとうございます。
もう敵でも長生き決定。指の先まで伝わる清涼感。清涼感の後は少し口寂しいからこのもやしスープ。まずはもやし。一すくいで全てのもやしを取ってしまった。はみ出たこの子も即キャッチ。そしてこの透き通ったスープも一杯だけじゃ物足りず、もう一杯。プログラミングされたアームのようにすぐさま口に運ぶ。こういうなんともシンプルなもやしスープは非常に落ち着くよね。魂が抜けてる時にまだ行ったらあかんでと向こうから運ばれてくるボスさん。はよ食べたい。ボッサムと同時にもう一つの皿も出てくる。白菜にサンチュ、大根のキムチに普通のキムチ。回る回る。マヌルがこんもり。まずは真ん中からボッサムを掴んでいく。持ち上げるだけでわかる柔らかさ。半分に割れてもうた。そしてニンニクもトッピング。カモン。寒がらないようにニンニクという布団をかけてあげたボッサム。そのお布団は黄金色や。それを惜しみもなく一口。布団を急いで飛び出した後は黄金色のニンニクの中をスキップで駆け抜けていた。もちろんお肉は顎の動きを邪魔することのない柔らかさ。やどゥやどゥ。そしてこのメニューに一番重要なマヌルソース。最初に入ってくる甘めな感じとは逆に後味で少しだけ残るピリッとさ。じゃあ次はこの脂身の部分を中心に上に置いて戦闘態勢を整え、マヌルソースを装備。そして続けて一口。ちょうどええ感じの油揚げ。そしてこのマヌルソースがあるだけで味に奥行きが広がる。最高。早くこの口の中にマッコリ入れんと。これを飲むたびに俺は長寿への道を歩いていく。いっぱい。口から溢れるエネルギー。よし、ボッサムと言ったらこいつは欠かされへんやろ。白菜を1枚。そしてボッサム。ビョン。バウンドしたボッサムは白菜の中に収まる。ここでおとなしく待っててや。そしてボッサムといえば欠かせないこの大根のキムチ。鮮やかな赤色が彩りを添える。そしてこいつもや。ミルフィーユのように重ねられたこのキムチ。適量掴んでこいつもバウンド。ビヨン。お友達の家に到着。にやり。テーブルに置かれたもう一つのマヌル。サムジャンに適量つけてあげる。空から降ってくる流れ星をキャッチ。素ゆりで見つけた俺のスター。これで完璧な状態が整った。まあちょっと入れすぎた感はあんねんけど、ボッサムはここまでしてボッサムやろ。巻くとなんとも美しい。よく寝れる枕みたいになってもうたけど。ノープロブレム。一口。やはり少し大きかった。ブラックホールにねじ込む。けどやはりお肉だけで食べてた時とは全く違う食感。白菜の壁を乗り越えると中に潜むキムチ類の食感がシャキシャキと伝わる。ちょっと待って。空気入ってけへん。窒息しそうになってる。軌道確保。天を仰ぎながらのボッサム食い。天に感謝や。一命を取り留めた。お皿を用意した後にはまたボッサム。次はこいつをメインにしていこう。キムチをつかむ。お肉の上に設置で、やっぱりこいつも欲しい。たんまり乗ってたマヌルソースをつかみ、嫌がってる？お願いちょっとだけ。よくわからんこと言うてるけど確かなことはこの目から入ってくる情報量。いざ一口。さっきは白菜に巻かれてて、いや窒息しそうになってたから記憶ないねんけど、この真っ赤なキムチの色とは裏腹に全く辛くもなく白菜の甘みさえも感じる。キムチ驚いてロバート・デ・ニーロみたいになってもうた。立て続けにニンニクもパクリ。生ニンニクのピリッとさが残る口にこのマッコリ。口の中が甘さや辛さで交錯していく中、自らの手でもっと複雑にさせていく。飲んですぐ後に訪れるマッコリへのノスタルジア。やっぱりマッコリ飲んだら手が止まらん。到着。さっきはキムチだけやったから次はこいつ。もうさっきとほぼ同じ流れ。にやり後手が伸びるマヌルソース。こいつは必須。黄金色のマヌルソースが俺の顔を照らしていく。ボッサムに足生えてるみたいになってるけど、逃げていく前に一口。パリパリとした大根を噛むたびにジュワッと出てくる肉の脂。こちらもキムチと同様辛くもなくて食べやすい。俺はもしかしたら AI に操られてるかもしれん。もうさっきと全く同じ流れ。この生ニンニクで一度口をシャキッとさせる。
大根のキムチの上に少し乗っかったこの梨、せっかくシャキッとさせた口の中がほわーんとなってしまう。完全に忘れてた。これ飲んでる途中にボッサム来たからもやしだけが残ってる。俺もやし好きやのに。それを全て口の中に入れる。このもやしスープもバカにはできへん。メインとメインの間を流れる川の船頭さん。次はサンチュ。よくボッサムはキムチをつけるキムジャンの時に食べると聞いたことがある。本格的なキムジャン、俺は体験したことがないからわからんねんけど、かなり大変なんよ。一度どっかでやってみたいなとは思ってんねんけど、こんなボッサム出てくんやったら毎日でもやったのかな。白菜の時とは違ってちょうどええ量を入れての巻き巻きパクリ、必ず一口でいかなあかん。青々しい唐辛子、これあるとなんでか知らんけど食べたくなる。サムジャンが垂れる前にすぐパクリ。美味しい料理に出会うとこの青々しい唐辛子を欲してしまう。再びパリッと、こうやって噛んでるとってなるのがいつもの流れ。まだまだ長生きさせてください。口の中が天国に行く手前でよみがえりマッコリ一杯。鳥마늘 보쌈 모히또 길에 들은 적 없는 거리로 웃타요. 김치 모았으나 짜다매다 오모이래 또 마키마키 사랑스러운 그 애가오 마늘 보쌈 또내 믿다 싶다 코코로 막걸리 대乾杯하자 한입 한잔 너 하카나 이음에 달빛 아래 코코로 쓰나가루 막걸리 한잔 모이치도 고노 아이 결코 끝없기를. コンサートも大盛況。残りのボッサムもパクッとしたら異様に俺の第六感がビリビリしてる。周りのテーブルにはボッサムはもちろんのこと、もう一個何かが置いてある。これか。これはカルグクス。大げさではなくみんなこれやんねんけど、トレンドに乗っかってポチッ。めっちゃ楽しみやねんけど、待ってる間も口は動く。ほんでやってきました。めっちゃ多ない。8000ウォンやろ。めっちゃええやん。器の中には麺もたっぷり。うわ、まずは鶏皿に麺をよそっていく。一本一本長いから途中で切れへん。つゆりのゴールデンゲートブリッジを観察。これやったら食べられへんから職人が来て切断。あとは中に入ってる豚血を取っていく。アサリや人参、わかめもたくさん入ってる。真っ白な麺がいきなり鮮やかになる。そして欠かせないのがこのスープ。小さなカルグクス完成。結構な量入れてんけど、まだまだこっちにはえらい残ってるで。そりゃみんなこれ頼むはずや。麺が竜のように立ち上る。願いを叶えてくれよ夫婦。そしてチュルル一口。危ね、麺ちゃうのに行ってまうとこやった。麺はいっぱい入ってるから惜しむことなく引き上げる。これはテンションが上がるで。すぐ調子乗る俺は必殺技お箸上下夫婦からのチュルル。出てきてすぐ食べてるからちょうどええこの麺の硬さ。あれ、何これ、新種のアサリかな。アサリもえらいテンションが上がってる。まあスープの中に身の入ってないアサリの殻だけ入ってるんやと思うけどな。そんな偶然も俺を祝福してくれてる。一回で二粒楽しめる。そう、ここは禁断の花園。もう何考えてるかさっぱりわからん。わかるのは2人で来てボッサム頼んでカルグクスも一つで十分ということ。スープも出汁の深いコクが出て、俺が麺のようにプカプカ浮いてまう。お酒をちょっと飲んだ後はこのスープが体の奥まで染み渡る。実は俺はすることがある。再び麺を取り皿に移していく。ゴールデンゲートブリッジは一本になって崩壊してもうたけど、さらにもう一杯。何がしたいか分かる人おるかな。スープもお玉一杯に。そう、
さっきから俺は一切手をつけていなかった。こいつちょうどええ量。カルグクスに入れていく。まだまだ、もう全部いってまえ。ビヨーン。もうこれだけでうまそう。ほんまはボッサンもっと掴みたかったけど割れてもうたからこれだけ。そしてそのまま麺もすすり入れる。この相性は最高や。カルグクスに欠かされへんのはこのキムチやろ。キムチのシャキシャキとした食感を口に入れ、すぐさま麺も息が続く限り豪快にすすっていく。スープに使ったこのボッサン、パクリ。温かく少し柔らかくなったボッサンとこの濃いめのスープがまたよう合う。うまい。中に入ってるアサリもチュパッと吸い出し、カルグクスは終わりを迎える。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。長寿と書かれたこのマッコリっていうか久々にマッコリ飲んだな。不老不死とはこういうこと。だから最後の一滴まで。てか近隣住民の方やろか。このお店いつの間にかウェイティングになっているってことで、最後の長寿一杯。グイ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 。名残惜しさでグイッといくけど入ってませんね。この店追加のおかずはセルフやけど、出るとき気づいた。これ真ん中にボッサムの上に乗ってたマヌルソースちゃん。だから普通のボッサムとマヌルボッサム同じ値段やったんや。水遊駅にあるボッサムの専門店。ブレイクタイム終わって一番に来たのにもう満席や。ボッサムとかなりいっぱい入ってたカルグクス。コスパも最高やな。いやー大満足や。入り際に服と書かれたこの看板。ここは年配の方とかの服売ってるとこなんやろな。まあ俺はいつどこでなんで服って書いてる文字見てもうたからこんなことなってもうたやんか。また一生懸命洗濯や。またコメントでなんでエプロンつけへんねんって言われるのを覚悟しながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイムもすみだ。